雑談です。ドラゴンです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、言っちゃいけないことなんかを話しております。ほとんどがテレビの話でございますが、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は、何をしていたかというと、明日の水道橋博士さんの朝やんの準備をまだまだしておりまして、いろいろ作っておりましたが、なかなかね、新しい、そうですね、もう、別に隠すこともないんで喋りますけども、相関図というかね、最近ずっとドラマを見てね、そのドラマのホームページで思い出すために相関図を見たりしておるわけですが、相関図が僕昔から好きだったんですよ。実は僕相関図が好きだったんですよね好きだったんですよ。でよくというか、以前自分の相関図というかね、こう影響を受けた人の相関図を作りたいなっていうのをずっと思ってて、なかなかなんていうんですか、入り込みすぎてて書ききれなくてね、どうやって作ったらいいんだろうな、なんかそういう簡単なソフトというかアプリというかね、あればいいのになとか、この人こうね、昔ね、ネットであったんですよ、こう相関図のなんか動くんですよね。その名前寄ってたらこうブオンしてクローズアップされるのがネットにあって、あんなん作りてえなと思ってたんですよね。でも動きはないにしろ、こう相関図を書いてみたらなかなかそれが面白くて、これちょっとなりわいにはしませんけども、そういう相関図を勝手にね作りたいなって思いましたね。だから僕がまずやるとしたら、まず自分がねこういう人の影響を受けてて、こう今があるみたいなのをこう相関図にしたいなっていうのはずっと思ってて、例えば今清志郎さんねがあって、そこから知った、音楽関係で言ったらそこから知ったオーティスがあったりとか、ローリングストーンズがあったりとか、ビートルズがあったりとかっていう、そういう相関図を作りたいな。また音楽だけに限らず漫画で言ったらね、一番影響を受けてるのは誰だろうな。恵比寿さんって言ったら恵比寿さんなんですけどね、恵比寿さんがあって、ガロがあって、誰ですか、ガロで言ったら根本隆さんがあったりとか、花熊優作さんがあったりとか、水木しげるさんがあって、それから手塚治虫さんが出てきて、赤塚不二夫さんもすごい多大なる影響を受けてみたいな、そういった相関図をねこう作りたいなってずっと思ってたんですけど、それとは別に明日の朝やんで使う相関図を一つ作りましたので、近田春夫さんのね、すごく限られた時期のあれでしたけども、それちょっと面白かったので、なんかまた機会があれば作りたいなっていうのを昨日はやっておりました。で、見ましたですわ。見たでしょ、どうせ。黙ってても見るよね。ドラゴン桜。いや、本当に面白い。もうこの時間ね、僕の使っている録画機がサブチャンネルというか、録画してるときはその番組しか映んないんで、撮るのがね。で、いちいちテレビのリモコンが壊れてて、こうチャンネルを変えるのがめんどくさいんですよ、いちいち。で、今はスマホにテレビのリモコンを入れてるんですけども、それもいろいろめんどくさくて、こう録画してるのを見てるんですよ。だからもうそれ意味ねえじゃんって思いながらもね。ただいいから、録画してるのはその時間ちょうどもやさまを録画してるんですよね。だからドラゴン桜が丸かぶりで見れないんですよ。見れないってことはないですけど、見てなくて、すぐに放送終わった直後にドラゴン桜をいつも見てるんですが、いやー、その前にちょっといいですか。もやさまの話。もやさまも昨日、毎回面白いのは、間違いないんですけど、
こうね、いつも引っかかるんですよね。BGM の選曲が良すぎて。ね。で、昨日も、猫がぶつかった。昨日も本当に抜群の選曲センスというかね、面白かったね。僕が、最近この終わりに流してるドリフの曲も、ね、それがオチで使われてて、ドリフのセットチェンジの時の。やっぱりあの曲面白いよなと思いながら、もやさまを見て、その後、ドラゴン桜を、TVer で見てたんですけども、昨日のもなかなか面白かったね。もう、なんていう展開が、で、闇金でラーメン屋を立て直すというか、借りたお金が、取り立てが厳しくてみたいなところで、で最終的にはね、こう阿部寛さんがね、弁護士なんで、こうその闇金業者を懲らしめるんですよ。もう漫画じゃんね。もう話が本当漫画みたいな展開するなと思って、俺よく考えたらこれ漫画原作あるんですよね。それは漫画だよと思いながら見てましたが、いろいろ面白かったですね。なんていうんですか、仙人みたいな人がちょっと出てきたでしょ。あれがすごくね、気になるというか、あれは誰だよ。全く説明ないまま、終わってしまいましたから、来週以降出てくるんでしょ。で、ホームページでね、あらすじを見たら、なんか伝説の講師だみたいなことが書かれておりましたね。伝説の特別講師を呼んでいたと。らしいんです。師範代みたいな白髪のロン毛で竹刀持って漫画みたいな、ほんと漫画みたいなキャラクターが出てきてっていうところもありましたけども、僕がねずっとその気になってるのは、このメインの4人というか、東大のね専科の4人の生徒ではなくて、サブというかね、いるじゃないですか。ホームページの相関図に見ると載ってるね、ボブの子。この子にもっとフューチャーしてくれないかなっていうのと、あれは一体もうどうなっちゃった。バドミントンの相方のあれはもう全く出てこないんだけど、もうあれはそこでもう終わりですかとかね、あれですわ、鶴瓶太郎ね鶴瓶太郎さん、もう出てこなくて、もうちょっと登場人物多いんでね、どこフューチャーしてる箇所に行ってこう出てくる人出てこない人あるんですけども、その辺やっぱりもっと見たいなっていうのはありますね。あとね、そうですね、ラーメンね、ラーメンはあまり美味しそうでは確かにないですよね。絵的になんだろうな、なんかすごい濃いよね。味噌ラーメンかっていうぐらいな色してましたけどね。借金取りがねぶちまけてたのを見ると、あれ味噌ラーメンなのかなとか思いながらね、最近流行りのとか二郎系ではないですよね。家系ではない、家系かな。でも違うね。なんか濃い醤油というか、ほんと味噌ラーメンみたいな色してたんで、ラーメンは何味なんだろうとか思いながら、でも醤油っぽいんだけどなーとか思いながら、ちょっとそこが気になってしまいました。そんなとこ気にしてる人いないでしょね。とか思いながら、ね、今後の展開というかね、勉強のなんていうんですか、理にかなったというかね、確かにスタディサプリがこうだっていう話をね、ドラマの中でしてたんですけど、その分からないところを何度も見るから、スタディアプリで勉強してる人は自分のこの弱点がアーカイブ化されるというか、データ蓄積されて、自分はどういう問題が苦手なんだっていうのが明確になるから、役に立つみたいなことを言ってて、そうか、そういうことか。手軽にね、スマホとかで見て学べるから、便利でいいんだろうなっていうだけじゃなかったんですね。さすが IT だね。IT を制する者は受験を制するって言ってましたけどね。
確かにそうだなって思いながら見ておりました。これはだからそういうところもちゃんとというかね、すごく描かれていて、単純に受験生がね見てるかって言ったらね疑問ですけども、受験生が見てもためになることは語られていますね。なかなか素晴らしい。毎回そういったエッセンスというかがありますんでね、なるほどなという、僕は全くそういう受験をしてこなかった人なので、ためになりますね。っていうのを思っておりましたので、ぜひね、ドラゴン桜、言わなくてももう見てるでしょ。それよりも、もやさまね、もやさまTVer で配信がね、放送した分がないので、リアルタイムで見なくちゃいけない。その BGM が本当にいちいち面白いんで、そこはね、ぜひチェックしていただきたい。あれをやってるから多分配信できないんですよ。SE とか BG ね、既存の曲というか、こう、意味持たせてつけてるじゃないですか。で、それをいちいちこうね、TVer だったら包括契約してるかどうかわかんないですけど、洋楽とか使っちゃうとね、その辺がこう難しくなっちゃうじゃないですか。ただ多分そういった面白さってあるんで、そこをね、なんとかならんのかとか思いながらね、見ておりますが、多分そういったことで配信ができないのかなとか思いながら、見ておりましたと。たところで、これですよ。労働時間となりましたね。この音ですわ。本当にね。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。